皆さん、いやーマジでこれ、かなーり使える分析情報となりそうです。さらに応用編も可能だしね。ウォーロボッツ&ウォータイタンズフランベチャンネルへようこそ。いやーね、図らずとも手に入れたよベクター2つ。まあ、さほどのお金は使わずにだね。というのも、イベント最終にほど近い先週月曜日だったかな。ほら、最終に近づくとディスカウント始めるでしょう。それでお安くまとめ買いすると2つ当たりました。もうねやはり、じっくり待って買う方がこれマジで正解だね。どうせすぐに手つくずになるしってことで本題。ついにボット用のラグが完成しました。EHP だね。まあ簡単に言うと DSP のボット版みたいなやつなんだが、とはいえ、そう単純に計算できないし、評価だってなかなか難しい。そこで、ボットの攻撃力は今回の実装では削除し、あくまでもボットの基本生存力に絞ってみました。で、最大のセールスポイントはね、ボット1体につき10万回の乱数シミュレーションバトルで数値を出したってとこだろね。それじゃまずは総合生存偏差について、これが総合評価と考えてます。いやーフランベちゃん、まあ好き勝手な計算で適当にやってるねって言うよね。まあ、この動画の後半、よーくご覧いただければ、まあ結構な分析と評価いただけることでしょう。では総合生存偏差値トップはテトだね。まあ耐久性だけでなく戦線離脱もビーコンも取れるオールラウンダーな生存力だね。次にアミッド、そしてベクターとなってる。意外だったのはソードユニット。まあこれは飛行中の防御が回避行動の防御としても機能するってとこなんでしょう。決してフランベが決めて計算したわけじゃないからね。で次に、無双平均時間の指標。これは10万回バトルで、もうこれ最高かよって時の平均時間ね。するとやはり、ここがかなりダントツで維持されてるってとこが、総合生存偏差値には影響しているようだね。ということで、テトは、アミッドよりも2倍の無双が続くって、そんな基本生存力時間の結果でした。では3つ目の評価は自己死の指標。まあこれはよくフランベがやるやつで、やっちまったって時の生存時間の平均ね。ここって結構大事なとこだと思うね。多くは防御システム切れてフルボッコ。そこでキル取られるなーんてシーンとなることあるけど、その時間が極端に長けりゃ、復活のチャンスも多くなる。そんな指標でまあここでもテト。ダントツだねやはり。ソードユニットの高さはおそらく、その攻撃スタイルに影響されて高いのかもだね。まあ新型のベクターも決して低くはないが、ダントツ高いってこともなさそうだ。そして4つ目、最後の指標は安定指数。これは偏差値表示で、まあ書いてある通り、生存時間のばらつきを評価してます。ここがつまり、ロボットの生存安定感となって、まあ比較的使いやすいロボットなのか、どうかって判断ができます。まあそうすると、消える火事、防御と加速のアビリティを持つレックスとベクター、ここが安定してるようだねやはり。さらに、まあ興味深いのはテト、おいやー、って思うでしょう。でもこれは10体のボットのうちで一番ばらつきがひどかった、そういう意味です。なので、かなーり時々によっては爆死する、そんな意味を示してるね。さあ皆さん、ここでフランベのこの EHP の精度、まあだ信用はいただけないでしょう。そこで、これまでの指標はボットの基本スペックだけでの順位。ではランク9位のリオに注目してみましょう。ではここで、リオのフル装備で EHP を評価するとどう変化するのかってとこを確認いただきます。パイロットスキルはこんな感じ。ドローンはレベルマキシマムで、防御に関してのアビリティはこうなってて、さらに、モジュールはブロウラーを選択し防御に振ってみます。これで10万回のバトルシミュレーションでは、すると、なーんということでしょう。パイロット、ドローン、モジュールの防御力が加わると、その結果は、他のボットが基本スペックに対し、総合生存偏差は3位にランクイン。これマジで EHP のシミュレーションが機能してるってことの証明にもなるね。つまり、この EHP シミュレーターは、いろんなビルドによっての生存指標をシミュレートできる、そんな次世代の評価マシーンとご理解ください。もちろんご懸念の、いやーフランベちゃん、すべてがすべてスペックが表示されてるわけでなし、わからないとこ結構あるからねって言うよね。ご心配なく、そこはこれまで通りフランベがちまちま検証をやれば明らかになるとこです。面倒だけど。さあこれなら、
新型ボットの基本 EHP からフルビルドの総合生存偏差値までも比較確認できます。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。